全部で20項目用意したんですけども、これ本当大事なこと結構いっぱいあったんで、結構ね永久保存版で、盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね夏場の水やり、注意点というか、今まで過去にご質問いただいたりご相談いただいたりしたのを結構いっぱい後ろのホワイトボードにね項目並べてみたんですけど、それを一個一個ねちょっと解説、お答えしていけたらなと思います。本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。メールで文字でね分かりやすく、僕が今まで言ってきたことを復習するような感じで届きます。概要欄の方でね探していただいて、メールアドレス登録するだけで定期的に届きますので、よかったらそちらもやってみてください。では本題に戻ります。夏場のね水やりは特に本当に一番難しいと思います。1年の中で。その中で気をつけるところをねドバッと出してみたんですけども、木によってもねいろいろ変わってきます。元気な木があったり、ここにちょっと置いてますけどね、これなんか弱ってますね。芽も全然伸びてなくてね、芽切りもしてない状態。今6月の後半なんですけど、なのに芽全然伸びてないと。で前の、これ来てうちまだ間がないんですけど、うちで植え替えしてで今年芽切りせずにどんな風になるかなって様子見てると。でやっぱ乾きがちょっと鈍いですね。こういう子もおると。で元気な子もいるという中でごくごく一般的な感じの質問とそのお答えっていうにはなりがちですけど、それでちょっと勉強していただけたらなと思います。はい、全部で20項目用意したんですけども、ゆっくりやるとね長くなっちゃうんで、テンポアップな感じで解説していこうかなと思います。まず1個目、朝と夕方水やりですよね。水やりどっちがいいですかと。で暑かったら2回とかあるんですけど、どっちが大事って言ったら朝の方が大事ですね、やっぱり。であんまり早朝じゃなくて、早朝ってね夜露とかが残ってたりするんで、ちょっと遅い時間9時台ぐらいが理想かな。それぐらいの時にドバッと1回やったら結構1日1回で持つ場合もあります。で夕方だったらちょっと夜の間のねあんまり水やりのいらない時間に、水わざわざやるっていうのももったいないんで、朝と夕どっちとなったら朝の方がいいですねと。はい、次2番目、猛暑日は1日2回ですかと。で木にもよるんですけど、小さい木だったらたまにはね3回の子もおるんですけど、大体2回が多いですね。雨とかね曇りの具合にもよりますけど、2回やっとったら間違いないかなというところはあります。どんなサイズでも。はい、で朝やると夕方まで持ちますかと。でこれもねあんまり早朝すぎるとね夜露とねかける水とね時間帯かぶってちょっともったいない感じになります。だからちょっと朝と言っても遅い朝にやれば夕方まで持つ可能性もあるかなと。乾きやすい子はもうちょっと別の方法でまた後で言います。はい、次4番目、直射日光の中でも大丈夫ですかと。はい、これすごいカンカン照りのね暑い中、光の強い中でね水やったらお湯になるんじゃないかみたいなちょいちょいね盆栽協会で言われることあるんですけど、もうそんなんもう全然もう僕はないと思ってます。なんで直射日光の暑い中で乾きつくよりかは、そんな中でもう暑くても水やって、なんなら冷やしてあげるぐらいの感覚でねかけてやったらいいんじゃないかなと思います。はい、次5番目、猛暑日でも水やりする。はい、そうちょっとこれかぶっちゃいますけど、もう暑い中でもはい、水やり、基本的にはもうこれもう全部に言えるんですけど、大前提乾いたらやる。もう乾いてなかったら猛暑日でも水やりやらないで、逆にね。で乾いてたらもうとにかく猛暑日とかも直射日光とかも関係なく、もう乾いてたら水やりするという感じで、はい、すみません過去の質問に基づいて言ってますね。はい、で夜間でもいいですかと。夜間夜でも例えばお仕事から帰ってきて夜帰ってきてもう乾いてたら、もうそれはもう夜ねあんまり水いらないとこだけど乾いてるんならもうちょっとやらないよりかはやった方がマシっていうことは十分あります。だから夜間でももう乾いてて朝まで持たなさそうと思えばやればいいです。はい、で7番、水やりは霧吹きでもいいですかと。これねあんまり良くないですね。葉っぱに水やる時だけ霧吹きでもいいんですけど、この
ちょっとこのね鉢の中に水やりする時はまあまあ勢いのいい水の方がいいです。じょうろで十分なんですけど、鉢の中にね水が溜まっちゃうと、その溜まった水が腐って、それをまた根腐れの原因になる場合があるんです。だから鉢の中の腐った水を上からかけるまあまあ勢いのいい水で押し出すような感じ、古い水をきれいな水にもう変わるみたいな感じでやっぱ水やった方がいいので、そんな中霧吹きみたいにその軽いねふわっとした水では多分なかなか締めるんは締めるけど、きれいな水に入れ替えるみたいな作業にはなかなかならないと思うんで、霧吹きで鉢の中をやるっていうのはちょっと良くないかなと思います。はい、で8番、葉にも水は必要ですかと。はい、葉っぱもねこれ調べた方がいらっしゃって、葉っぱもちゃんと水を吸ってたらしいんですね。で吸うってことは多分必要だろうということで、はい、葉っぱにも水は必要。なんなら葉っぱに水やったらついてる害虫とか、菌とか、運よくねやってたらその洗い流せれて、その木の健康状態を守れるとか、葉っぱ水やってその冷やすとかね、そういうのにもつながると思うんで、悪いことがないんでね、葉っぱには水やった方がいいです。はい、で暑い鉢に水をかけても良いですかと。真夏なんかこの植木鉢が相当暑くなるんですけど、はい、暑くてもやりましょう。で暑いからやらないっていうのはもうまず考えられなくて、暑いんだからもう水かけてね冷やしちゃえばいいんじゃないかなと思います。はい、で10番、にわか雨の後はどうしますかと。で夏とかねゲリラ豪雨みたいなのとかちょっとしたにわか雨みたいなのあると思うんですけど、どの季節でもあると思うんですが、意外とねしっかり芯まで水がいってない場合あるんで、十分にわか雨でもいけてる時はあると思うんですけど、結構ザーッと降ったらね、で軽いにわか雨ぐらいだったらね水やりに効果が薄い場合があるんで、ちょっと怪しいなと思ったらやっぱりねちょっとこれねこうちょっと掘ってもらって、ちょっと掘ったとこが乾いてるか湿ってるかっていうね、そういうチェックをしてもらって、乾いてたらやると、はい、そういうふうにしてください。じゃあ次11番いきます。乾きやすい小鉢はどうすればという質問なんですけど、これは二重鉢にするとか水苔を置くみたいなのがいい対処の仕方だと思うんですけど、ちょっと言葉だけでは分かりにくいなと思って実物を今ちょっと用意しました。はい、こんな感じ。このちっちゃいね、もうかなりもう手のひらサイズの、これ木に対して鉢は十分な大きさあるんですけど、ただ鉢自体が小さいので自然乾燥しちゃうんで結構やっぱ乾きやすいと思います。でこういうのにこれね砂だけ入れた植木鉢に砂だけ入れたもので、こういうのを上にポンと置くと。だったら下もね水かけるの時にこの下も湿って、バランスよく保湿してくれると。で夏が終わったらこれ外したらいい。その時下からね根っこがビューッと出てると思うんですけど、それはもう切ればいいです。はい、こう置くだけでねかなり乾きにくさが変わるんで、こういう小さい乾きやすいのはこの方法おすすめですね。と今言ったのはあと二重鉢と水苔置く場合で、これ例えば小さい鉢のそこそこ大きい木が植わってて、こういうのね水苔こんな感じでね、水苔って多分ホームセンターとか売ってると思うんですけどね、こういうのをちょっと夏の間だけでもこれ水結構含むんで、こうやって置いたら水普通にかけて、鉢の中の水分保つ上、その上にこの水苔もある程度水分長く持ってくれるんで、乾く時間が乾きつくまでの時間が長くなると。はい、小鉢とかはこういうふうに対処してもらったらいいかなと思います。はい、はい、続きまして12番、遮光ネットを使うとどうなりますかと。遮光ネットを使ったらやっぱり乾きは鈍くなります、ある程度。なので遮光ネットを使ってない木に比べたら水やりの頻度は低め
回数は少なめになる場合は多々あると思います。なかなかね水やり頻度を変えるっていうのは難しいんですけど、例えば朝しっかりドバッとやった後に遮光ネットのあるところは夕方はちょっと軽くね、表面がちょっと濡れる程度、葉っぱを濡らしながら鉢の表面がちょっと濡れる程度軽めにするとかね、そういうふうにしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、次13番目、夏休みとかのね留守中の対策はと、これも何泊何日で出られるかにもよるんですけど、1週間以内ぐらいだったらあんまよくはないんですけど、受け皿に水をいっぱい溜めて、その水の中にもう盆栽チャポンと入れちゃうと。でも帰ってくる頃にちょうど受け皿の水がなくなるかなくならんかぐらいにするとか、1泊2日ぐらいだったらもう全然その受け皿の水でも大丈夫です。はい、14番、強風などで鉢が割れた後どうしますかと。はい、夏とかね、夏過ぎてきたら台風が出てきますけど、鉢割れた時のその木の状態ですね、根っこのね、植え替えたばっかりのはもう鉢割れたらサラサラっとね砂が流れ出て、もう根がむき出しみたいになるので、それはもうどねんかして植え替えは必要です。あとただ植え替えて 2,3 年以上経ってたら結構鉢の形でね根がもう固まってるんで、そういう場合はちょっと似たような鉢、ほんま同じ鉢になかなかないですけどね、ポンと、入れ替えて水やりとか、最悪ねなんか似たような、もうちょっと形が違って似たような鉢に入れてねむき出しでもどうにかいけんことはないです。次15番、夏場に受け皿に水が溜まっていたらどうする。先ほどね留守中水溜まってたらってやったんですけど、やっぱこれ溜まってたら溜まってる水がね腐ってくるんで、できたらね基本は毎日鉢の中の水が入れ替わるっていうのがいいんですね。だから受け皿に水を溜める状態っていうのは応急処置、緊急的な処置の場合だと思うんで、もう水を捨てれるとか変えれるっていう状況にね盆栽の近く行ってできる状態になったら、もうさっさと受け皿の水捨てて、もう受け皿なしでね普通の水やりに変えていくと、たまりっぱなしは良くないということですね。はい、16番、クーラーの室外機の近くは大丈夫ですかと。これ大概良くないですね。クーラーの室外機の前も熱風とか出てきますし良くないし、でクーラー室外機の上でもね鉄板の上なんで多分良くはないですね。鉄の上とかねもうちょっと暑すぎるんでね、せめてそこしか置き場がないんだったらその間に木の分厚い板を挟んでみるとか、板ですね、木の板を挟んでみるとかしたらまだいいのかなっていう感じはします。はい、17番、気温35度を超えた日に工夫は必要ですかと。水やりの工夫は必要ですかということですね。なんかこれも僕もねいろいろ今最近暑い日が続いて考えてるんですけども、その35度超えたら木が休むとかいうね説が出てきてるんですけど、それもどうかなというとこあるんですね。成長が鈍るような気はするんですけど、眠ってるからあんまりなんちゃせんでとかそういうのではないような気がしますね。ここは水やりに関してだけなんで、もうとにかく基本に35度超えようが何しようが乾いてたらやる、乾いてなかったらやらないをもう大基本ね、そこを大事にされたらいいんじゃないかなと思います。はい、続いて18番、高温多湿な日は回数を減らす。はい、高温多湿な日はね回数減らす可能性高いですね。夏とはいえ曇りでね湿気の多い日とかはちょっとやっぱ乾き鈍いですね。日差しがない分ね、曇りとかだったら、ここも結局同じこと言ってごめんなさいですけど、高温多湿な日だろうが何だろうが鉢の中が乾いてたらやる、乾いてなかったらやらないと、はい、そこになっちゃうんですけどね。はい、で次19番、用土の表面が硬くなって水が染み込まないときはどうしたらいいですかと。で用土の表面がねやっぱカチカチになる時あるんですね。植え替えがもう植え替えしてから何年も経ちすぎてとか、そんな時でもねやっぱかろうじて吸い込むんですよ。でそういう時にうまく吸い込ます方法の一つとしては、一回水で表面濡らした後にち
ちょっと待つんですね。でもう1回2回目やるんです水やりね。だったら結構吸いやすくなってます。1回閉めるとねその中入りやすくはなりますね。まあ難しいこと言ったら毛細管現象とかあるんかもわからんですけど、まあ何回にも分けて水やってみたらそのうち染み込むとは思います。で最後20番、夏に使う水は常温で OK ですかと、はい、基本常温でいいと思います。ただ熱湯とかね氷水っていうのはちょっとさすが不自然なんで、そういうのはかけない方がいいんじゃないかなと。でうち水は井戸水なんでだいたい温度決まってますね。多分15度前後じゃないかなと思うんですけど、まあそれぐらいのちょいそうですね、水道の水普通の水っていうあたり常温ちょっと温かい水ぐらいはいいと思います。高温でなければ、はい、熱湯とか高温でなければもう常温に近いぐらいの水でやればいいかなと思います。はい。ちょっと駆け足でいきましたけど20個長かったですけどお付き合いありがとうございます。今回本当ねいろいろ今までのね書き出してみたんですけど、夏場の水やりとくくりましたけど基本的に一年中いつでも使えそうな感じでもあります。またこれ冬のっていうのやってもいいかなと思いますけどね。これ本当大事なこと結構いっぱいあったんで僕が気づいてないとこもそういう懸念もあるかっていうのもあったんで、これ結構ね永久保存版で、はい、また水やりに困ったらこの動画でねおさらいしに来られてもいいんじゃないかなと思うぐらい今回ねちょっといい感じに集めれたんでよかったらこれ大事に動画ちょっと保存しといていただけたらなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録、メールマガジン、高評価もよろしくお願いします。